テス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 。画面が切り替わりましたね。ちょっとしばらく音声テストで喋ります。皆さん声は聞こえているでしょうか？聞こえてるかな？音声バランスとか、大丈夫そうですか？ちょっと本番になったらね、もう少し声が大きくなるかもしれませんが、その辺はご了承いただければと思います。緊張するね。緊張しますね。久々でちゃんと解説できるかどうか不安ですが、頑張って皆さんの走りを解説しようと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、音量も問題なく聞こえているようですので、はい、じゃあ説明の方からね、先に始めていこうかと思います。今回はですね、ソード・オブ・ソダン・バレンタイン、7人並走ですかということでですね、ルールの方が、シャルダン使用を、2% となっております。2% っていうのが、ワープありというルールになっております。ざっくり 2% とワープレスっていうカテゴリーがあるんですが、今回はそのうちの 2% ワープありという形になっておりまして、ワープが使用できるルールとなっております。で、このワープっていうものがどういうものかというのを先に説明しておかないとちょっと混乱するかと思いますので、改めて配信見ている方も含めて聞いていただければと思います。総動プランにはですね、2つのワープがありまして、一つがステージギミックを使ったワープ。こちらが5面で登場するものになりますね。これについては、使うときに改めて説明させていただきます。そしてもう一つ、今回ポイントになるのが、薬を使ったワープになります。ソード・オブ・ソダンには赤、青、透明、オレンジの4色の薬があって、この薬を組み合わせることで色々な効果が発現するのですが、透明の薬を4つ揃えることによって、次のステージにワープすることができます。で、ワープありの 2% はこれを積極的に狙っていくというカテゴリーになっておりますので、皆さんが透明の薬を4つ揃えられるのかどうかという部分に注目していただければと思います。はい、ちょっと説明が長くなってしまいましたので、早速始めていこうと思いますので、ちょっとね、英語で、オーティさんの方に、ちょっとアナウンスしてから待って始めていこうと思います。OK, let's start! Please wait, in start. タイトル画面ってなんて言うんだin タイトル OK. じゃあ全員がタイトルに揃ったら始めていこうと思います。じゃあハイネッケン兄貴がとシグミン兄貴がタイトル画面に映ったら OK. Let's start! じゃあ行きましょう !3、2、1、スタートはい、皆さん一斉に揃って、まずはシャルダンを選んでスタートしました。で、この一面ですが、最初に出てくる兵士のうち2体を倒せないと、増援を呼ばれてしまいます。ワープレスでは基本的にこの2体の兵士を逃さないように動くというのが定石になっているんですが、今回はですね、あえて逃がす方もいらっしゃいます。先ほど言ったようにですね、透明の薬を4つ揃えたいということがあります。で、薬のドロップはですね、基本的に敵を倒すことによって行うことができますので、敵をたくさん呼んで、薬のドロップを狙うか、それともこの一面を早く狙うかというところで人によってチャートが分かれるというところですね。ピグミンさんが2面に行きました。この2面はですね、下から槍が出てくるステージとなっておりまして、この槍をジャンプで避けながら進んでいきます。ここではですね、後半になって、敵が2体同時に中盤出てくるのを同時に倒すことによってステージを早くクリアできるというギミックがあります。これを狙っていきながら透明の薬を揃えていきたいところですが、よろしくハイネケン兄貴とデュクシ兄貴が4つ透明の薬をもうすでに揃えています。素晴らしい。ゆうきちさんが透明の薬を3つ揃えていて、トビーバラクさんも3つ透明の薬を揃えています。ですので、この透明の薬を持ったまま2面を先にクリアできると、スキップして早く先に進むことができるようですが、さあ2面を早くクリアできるのは誰でしょうか。さあご注目ください。薬の他の有効な組み合わせとしてはですね、赤とオレンジの薬を組み合わせて、炎の剣という火力が増強された攻撃が、できるようになるんですが、これを使うと敵を早く倒すことができます。
さあ、よろしくハイデケンさんとゆうきちさんがですね、ここでほぼ同時に透明の薬4つ揃えて、ステージ3をワープでスキップしました。素晴らしいですね。非常に白熱したレースとなっております。さあ、というわけでゾンビの面にやってきました。ここ4面ですね。この4面ではですね、画面の前方の方に行って、画面先をツンツンすることでゾンビを出さずに、突破することができるのですが、ちょっとハイデケンさんは苦戦していて、ゆうきちさんはそれはうまくやってるんですが、後ろの方からゾンビがガンガン出てくることによって、苦境を強いられています。さあ、ワープをうまく決めたのか、デュクシー兄貴、そしてゴーティ兄貴も、4面に移ってますね。さあ、4面を早く突破するのは誰になるでしょうか。さあ、ここはさすがゆうきちさんが早くクリアしました。ということで、ここの5面でステージギミックを使ったワープを使うことができます。ここは巨人と落とし穴のステージになっているんですが、落とし穴、あるうちの3つ目の落とし穴にですね、1つ目、2つ目の落とし穴に落ちずに入ることによって、次のステージにワープすることができます。それをですね、先に決めるのは誰かというところでですね、この巨人が厄介なので、これをうまく倒していきましょう。この巨人はですね、上振りというリーチが短く火力が高い攻撃でしか有効度を与えることができません。この攻撃でひざまずかせた後に、さらに首を切り落とすことによって倒すことができるのですが、その巨人を倒して、ゆうきちさんが早く、6面に突入いたしました。そして、ゴーティーさんは、別の落とし穴に落ちてしまったようですね。そして、デュクシ兄貴が、また、同じように、ゆうきちさんの、同じようにワープを成功させて、6面に移行しております。ということで、この6面からはですね、薬を使ったワープもできませんので、ここからが実力と薬の運の勝負になっていきます。まず6面のスタートではですね、大量の虫くんと我々が呼んでいる敵が襲いかかってきます。この虫くんをですね、倒さないと先に進むことができませんが、ここで、他の薬の飲み合わせが重要になってきます。有効になるのは先ほども説明いたしました赤とオレンジを使った炎の剣。そして今、ゆうきちさんの画面の方、デュクシさんの画面の方にも注目していただきますと、このように敵が一斉に倒れるというシーンがありました。これが青とオレンジと透明の薬3つを揃えて飲むことで発動するスーパーザッパーと呼ばれる画面全体攻撃になります。これをたくさん使うことによって虫くんをたくさん早く倒すことができます。しかしですね、ここでゆうきちさんの薬ご覧ください。赤とオレンジの薬、それぞれ2つずつあります。これがゆうきちさんが配信でもおっしゃっていた狙った薬の配置になりますね。一方、デュクシー兄貴は赤とオレンジ、透明、青、それぞれ、一つずつ持ってますね。これも有効な薬の組み合わせとなっております。さあ、ゆうきちさんが早く、突破しましたので、ゆうきちさんの画面に合わせて解説をしていきましょう。なぜ赤とオレンジの薬を2つ揃えたのかと言いますと、この先、この次のステージではラスボスの面となっていますが、そこで炎の剣を2回発動させることが、早くクリアするために必要な攻撃力ということになっております。今回使用しているシャルダンというキャラクターはですね、ボルダンという男キャラクターに比べて炎の剣の火力が小さいため、炎の剣、ボルダンでは炎の剣を1回発動すればラスボスまで倒すことができるのですが、シャルダンではこれが2回分必要ということになっております。一方、今、ゆうきちさんが渡っているこのマグマゾーンですね。ここは前から出てくる炎に当たってノックバックして落ちたり、足を踏み外して落ちてしまうと、前に戻されてしまう上に即死という恐ろしいところになっているのですが、ここが結構難しいため、ここを安定して渡るために無敵状態になれると、安定して進むことができます。左上、ジュクシさんの画面ご注目ください。青と透明のオレンジを青と透明の薬を選んでいますが、これを、溶岩を1個渡ったところで飲むことによって安定して無敵状態になって溶岩を進んでいくことができます。これがデュクシさんが薬を、全種類1つずつ揃えていた理由ですね。ここのマグマを渡ることで、無敵で渡ることで早く安定してクリアすることができるのですが、一方で赤とオレンジの薬は1個分しかないため、ボスを早く倒せるかどうかはこの後の薬のドロップにかかっています。さあ、というわけで、ゆうきさんが赤とオレンジの薬2種類ずつ持って、最終ステージに突入いたしました。まず一つ目の赤とオレンジの薬を飲んで、炎の剣を発動し、牛くんと呼ばれる敵と戦っていきます。この牛くんと呼ばれるボスはですね、近くにいると、遠距離攻撃をしてこないのですが、遠くにいる状態だと遠距離攻撃を飛ばしてくるため、できる限り近づいて攻撃をしていく必要があります。
しかしですね、お腹が赤くなっている時にしか有効打を与えることができない上に、雑魚敵である虫くんを出してきます。この虫くんはですね、倒さずにしばらく放置していると画面外に飛んでいってしまって、それを許してしまうと、なんと牛くんを倒した後にこの牛くんが復活してしまうので、倒す必要があります。そのため牛くんから離れて、虫くんを倒すことも必要になってくるわけですね。さあ、そしてゆうきちさんの薬の方注目してください。赤とオレンジに加えて、青と透明の薬もゲットしております。これが非常に理想的な配置になっておりまして、先ほど使った、デュクシ兄貴が画面の、マグマを渡るのに使ったですね、無敵状態をですね、ラスボスでも使えると非常に早く倒すことができます。ハイネケン兄貴がスタートから開始していますが、まだ間に合う、大丈夫です。ということで、皆さん全員が完走できるように応援していきましょう。さあ、ゆうきちさんは2つ目の炎の剣を飲んで、牛くんを倒しながら牛くんを倒していきます。牛くんを倒すことができると、最終ボスのゾラスが登場しますので、これを無敵の薬を飲んで、倒していきたいと、そういった局面になっているわけですね。デュクシさんとゆうきちさんどっちが早くクリアできるのか。注目ください。さあ、そして他の方々もですね、トミーバラクさんも牛くんと戦っていますね。そして、ゴーティーさんが6面で、革ジャンのおっさんと戦っています。さあ、そしてゆうきちさんが無敵の薬を飲んで、画面の外側になんか向かって剣をツンツンしていますが、ここラスボスがいます。ラスボスがいるんですよね、ここに。ただ、この無敵の薬を飲んでいるとですね、一切出さずにこのように倒すことができます。GG でーす。ということで、さすが、本番でゆうきちさんがナンバーワンということで、いやー、相変わらず本番に強えな、この人は。ということで、おめでとうございます。さあ、ということで、今、牛くんと戦っているのが、デュクシ兄貴、そしてトミーバラク兄貴、そしてシグミン兄貴、また来た兄貴になりますが、画面7つあると全然追いつかないので、すいません、どこで逆転するかどうかというところです。おっと、トミーバラクさん、ここで、無敵、青と透明の薬ので無敵を発動しました。先ほどと同じようにですね、ゾラスは移してもらうことができません。ということで、数々のカテゴリーで世界一を持つトミーバラク兄貴が2着となります。おめでとうございます。そして、デュクシ兄貴、シグミン兄貴、また来た兄貴、それぞれ、薬の状況はいかがというところですが、シグミン兄貴は赤と、オレンジの薬持ってるかな。これで炎の剣は補充することができます。また来た兄貴も赤とオレンジの薬持っているので、もう一回炎の剣を発動することができます。そして、デュクシ兄貴が今、青と透明の薬を飲んで無敵を発動し、画面に向かってツンツンしているということは、やはりラスボスは出させてもらうことができない。みんなこのようにですね、本番できっちり青と透明の薬をドロップして、クリアおめでとうございますということで、みんな薬のドロップもきっちり管理できて素晴らしいですね。さあ、そして、ゴーティーさんがですね、薬が今ない状態なんですけれども、画面上のライブスと表示されているところですね、ここ残り1となっておりますが、これ残機残り1ということでですね、少し無敵がないと、クリアが危ういかもしれません。ということで、他にもですね、シグミン兄貴も、無敵がない状態で残機残り2、また来た兄貴が3になってるのかなというところで、さあ、これで、残機の管理をしつつ乾燥することができるかどうか、薬がドロップできるのかどうかというところに注目していただければと思います。ちなみに、ソード・オブ・ソダンの世界の、決まり事として、世界に薬が4つまでしか存在できないというものがあります。いらない薬があっても、それをスルーすることができないんですね。ですので、拾って消費する必要があります。さあ、シグミン兄貴がクリアしました。今、ちょっと見えなかったんですが、無敵を発動していない状態で倒すことができましたね。ゾラスの機嫌が良かったようですね。ゾラスの機嫌が良かったんですが、機嫌が良かったゆえに本人は登場できないという、なんとも悲しい事態になっております。さあ、そして、ゴーティーさんも、無敵を確保することができましたね。そして、また来た兄貴は、あと透明の薬がドロップすれば無敵を発動することができるという形になっております。そして、ハイネケン兄貴も、ゾンビ面まで復活しております。ということで、こちら無事完走できるように全員応援をよろしくお願いします。ということで、薬の管理についてね、ちょっと説明しましたので、薬の効果についてざっくり説明していこうと思います。補足説明ですね。赤単品が火力増強。炎の剣能が強いんで、おまけ程度になっておりますが、火力を上げることができます。青単品で飲むと、体力を回復することができまして、透明は単品では効果がありません。
そしてオレンジは、マジックザッパーといってですね、先ほど説明したスーパーザッパーが画面全体攻撃になるんですけれども、このマジックザッパーでは単体攻撃となります。さあ、そしてゴーティさんが今無敵を発動して、画面奥に向かってツンツンしているので、はい、ゾラスは、ほぼ出てくることができません。さっきちょろっと見えたかなということで、ゴーティさんも残機1ということになりましたが、無事クリアすることができました。さすが、これが世界初の勝者の実力ということになりますね。さあ、そしてまた北兄貴が今、無敵なしで、ゾラスと戦っておりますが、ちょっとゾラスの攻撃が苛烈気味かな。残り残機が1となりましたが、無事クリアすることができるでしょうか。そして、ハイネケン兄貴が、お面の落とし穴のワープをきっちり決めて、虫くんのゾーン6面までやってきました。さあ、また北兄貴とゾラスの苛烈な戦い、どちらが勝つでしょうか。場合によってはこれで逆転ということもあり得るのですが、できれば全員完走が見たいので、また北兄貴頑張ってくれ。さあ、交互にぴょんぴょんジャンプして、こうやって避けると体力を温存することができるんですね。あんまり見ない光景ですが、これもテクニックということになっております。さあ、ということでちょっと説明しきれない部分が結構多いんですけれどもね。ワープありだと結構早いですね、やっぱり。さあ、残機残り0。そして、ゾラスを倒しきり、無事クリアとなりました。いやー、おめでとうございます。ということで、結構ヒヤヒヤしましたね。やはり、赤とオレンジの炎の剣単品で、倒しきれないということもあって、チャルダンだと最終面のところで少し安定してこない部分もあるのかもしれません。しかし、改めて、キャラ差の方、キャラの差ですね、性能の差について説明しますと、チャルダンは基本的には攻撃の位置と速度がボルダンよりも優れているという点がありますので、以外はですね、道中非常に安定した性能を持っています。ですので、通常プレイではシャルダンでプレイすることがお勧めされています。一方、ボルダンは、炎の剣の火力が優れているので、ラスボスというか、牛くんとゾラスですね。この2体を一気に倒すのが非常に速いというスピードラン向きの特徴を持っているのと、これで早く倒すことができるため、炎の剣を1回発動すれば、牛くんからゾラスまで一気に倒しきることができるため、ラスボスの面突入時点で、全ての薬を1色ずつ、赤とオレンジの薬で炎の剣、青と透明の薬で無敵。これを揃えていれば、しかし安定してクリアできる。まあそれも、皆さんの実力が優れていればこそということなんですけれども、そういうことに、形になってますね。ですので、この辺がシャルダンでですね、無敵を取るか、炎の剣2個を取るかというところで、薬の残し方、分かれてくるポイントになっております。ハイネケン兄貴のですね、薬に注目していただきますと、赤とオレンジと透明と青、全部1個ずつ持ってますね。これは、デュクシ兄貴と同じ、薬の管理の仕方になってますね。ここの、虫くんを倒した後ですが、今一瞬チラッと見えましたが、中ボスである革ジャンのおっさんがいますが、これもゾラス同様画面端でツンツンすることで、ほぼ出さずに倒すことができるため、スピードランではあまり見ることができません。このマグマ、この先にあるマグマもですね、落ちると即死というところなんですけれども、このマグマの前の下から出てくる梁も上から落ちてくる柱もですね、直撃すると即死になってしまうので、この、6面ですね。6面は非常に即死のトラップが多いゾーンとなっていて、残機が非常にすり減らされていくポイントになっております。ということで、このマグマも落ちずに渡るのは難しいんですが、ここで効果を発揮してくるのが先ほども説明しましたが、この無敵の薬の飲み圧ということですね。しかし、無敵の時間の持続がですね、少し、短いためですね、1回は渡る必要があります。ハイネケン兄貴が2回マグマに落ちてしまって、しまいましたが、ここでシールドを発動。シールドは無敵ですね。今、マグマに落ちるギリギリのタイミングで無敵を発動して、やり過ごすことができました。これでなんとか生き延びましたので、虫くんの薬のドロップで、なんとか安定してクリアを狙っていきたいところになっております。ちなみに、この奥にはですね、炎を吐いてくる元凶の敵がいるんですが、なぜかこいつは、シャルダンだと早く倒すことができて、ボルダンだと倒すのにやたら時間がかかるという謎仕様がございます。下付きでツンツンして倒すんですけれども、その下付きの火力に差があるのかどうか、その辺はよくわかりませんが、とにかくそういう仕様になっておりますね。
ということで、ちょっと残り体力が少ないんですが、なんとかクリアできるかどうか、ちょっと体力が、慣れてしまいました。ということで、非常に難しいところですけれども、お時間の方が、ありますので、ちょっと2回、やられてしまったということで、今回の大会のレギュラーとしては、リタイアということになってしまいましたが、ハイネケン兄貴もですね、ワープを決めたりなど、素晴らしい走りを見せてくれましたので、今回のレギュレーションで果敢に挑戦してくれました。ですね、そもそも今回、7人中6人が完走できるというのが、ものすごいことという形になっておりましてですね、薬のドロップなども見ていただいたり、ソフトラップが多いというところもありますので、なかなかですね、全員が完走するのも難しいと。RTA in Japan の、練習でもですね、誰かが死ぬということは結構ありましたので、まあ7人中6人が完走ということで、皆さん素晴らしい健闘を見せてくれました。全員拍手をお願いいたします。はい、ということでですね、ワープありのカテゴリーということで、非常にスピーディーな展開ということで、ちょっと解説しきれない部分も多かったんですけれどもね、ここを補足するというよりもですね、普段の配信を見ていただいたりとかですね、おそらくホワイトデーにも、ソダン並走大会あるんじゃないかなというふうに思いますので、そこでね、今回説明できなかった薬の飲み合わせや、ソダンチップスについては補足していければいいかなと思いますので、ぜひ次回もご覧いただければと思います。ちょっと前半焦ってしまって、拙い解説になってしまったかと思うんですけれども、少しでも皆さんの、走りがわかりやすくなったのであれば幸いです。ということで、私からの説明は以上で、ゆうきさんの方に配信戻してっていう形でよろしいでしょうかね。